ボーイフレンドシーズン2スペシャル座談会。ずっとアイス食べてたんですよ。伊沢さんが今日パスタ食べたかったらパスタ。やっぱギャルなんで、そっちもね。いやもう初日から結構もう運命感じてたんですよ。伊沢についていけば大丈夫だな。ついてこい。強い。X とかでめっちゃ話題にされてる。いろんな話題がね。話題にされてるし。でもなんか昨日めっちゃ長文で幼稚園の時の同級生から連絡が来て、すごいなんかすごい勇気をもらったとか応援してるっていうめっちゃ温かいメッセージが来てめっちゃ嬉しくて、久しぶりみたいな、また会おうねみたいなので、プチ同窓会をインスタの DM でしたすごい嬉しかった。僕も大学時代に付き合ってた元彼女から長文の DM が来て、実はその子にはカミングアウトはしてなかったので、ちょっと一番気まずい相手だったんですけど、でもすごい素敵な長文のメッセージが来て、応援してるよって、なんかいざらしく頑張ってねっていう、はい、言葉いただけてめちゃくちゃ感動しました。嬉しかったです。僕は家族のなんかいとこたちが結構いるんですけど、その海外にいる人たちから見たよっていうのを言ってくれて、で今までずっと隠してたので、隠してたのにもかかわらず内容を見ればそういう番組っていうのは分かるのにもかかわらず、なんかねフラットに応援してるよとかそういうこと言われても嬉しかったですね。今までよく隠してきたので、そうですね、みんな驚いてて応援いただきました。大と俊からそうですね、ずっとシーズン2楽しみだねって私撮影終わった後言われて、本当に言いたい気持ちここまで来ちゃったんですけど、やっぱりそうですね言えない状況だったので、それをそうですね知らせて温かい応援いただきました。じゃあいいですか。はい、私はグリーンルームに入居してから出ていくまでに10キロ太ったんですけど、そうだよね。ちょっと見返していただきたいんですけど、入った時と出てく時で首の肉が全然違うんですよ。なんか後半の方ね、首回ってなくて肉で、だって本当にずっとアイス食べてたんですよ。寒いのに。でもなんか本当に映像で自分が喋ってないシーンで他の人が喋ってるシーンの後ろでもうずっとでも出てからですね、10キロ太ったところなんと12キロ痩せました。すごい。若い時より痩せました。頑張った。ちゃんと食べて痩せました。時間をかけて。勇気もね。勇気も痩せた。一応7キロぐらい。7キロ過ぎ。すごいね。すごいわ。顔がめちゃくちゃシュッとしたじゃん顔。絞りに絞ってる。可愛くなっちゃった。かっこいい、可愛くなっちゃった。大人の男性になったよね。痩せて。綺麗じゃって可愛い。髪の色とかはそれこそ。そっか。これだイメチェンだよね。眉毛かな。眉毛。そうだ。結構キリッとした眉毛だったの。確かにこっちの方がいいよね。ふんわりした全然可愛いのを落としてまた入れ直す。髪の毛って落とせるんだ。なんか変わった自分を見てほしいなって思って。手本じゃない。手本風営じゃないの。風営も詳しい。二大巨頭だ。実はね。伊沢も悔しいよ。ちょっとね。化粧品とかかな。意外に塗んなそうじゃん。塗るじゃあなんかキュレルとか使ってます。キュレル使ってる。いいです。グリーンルームの中でみんながスキンケアとかそういうのを持ち寄って夜にこうみんなでこう紹介し合った会があって、自分はそれで4、5人しかいなかった。教えてくれたやつを今も使ってます。パックじゃないの。僕もそこでEMS の電気のやつ初めて使ってもらって、めっちゃシュッとするってなって買いました。美顔器。美顔器。あれバリカンのやつ、バリカンじゃない。電気バリブラシね。電気バリブラシ。型番間違えバリカンに適当に会話して。あんまり。適当によ。伊沢が寝てるよね。そういうことか。炭酸パックも全体でいいと思う。
面白い。やりたい。いろいろあると思うんですけど。こういうの好き。気になる。そういうの刺したいよね。刺した。金髪にやっぱジェラスだからね。ジェラス。俺のことさしてくれてる。あ、でも伊沢さん。あ、嘘、ふうもね。嬉しいよ。3人ですね。伊沢に関しては大体晩ご飯の献立を仕切るから献立のムードメーカーでした。伊沢さんが今日パスタ食べたかったらパスタ。やめて。そう。踏まえた上で言ってくれるからね。いや、もうその日の食材も見て、これとこれ作れるねみたいな感じで。冷蔵庫開けてた。もう誰よりも早く開けてパスタだね。確認してそう決めてたよ。生姜焼きでいいじゃん。だから結構鍋とかも多かったよね。あミルフィーユ鍋とかやったもんね。上手かというと言われると。で友明。やっぱ小学校とか中学校の家庭科をめちゃくちゃ真面目に受けてたっていうのと、ムードメーカーの方です。そっちです。ムードメーカーなんかやっぱりこう自分で表現してタイプなんでこういうところです。結構資源滅裂なところがみんなのハートをつかみました。友明を指したんですけど、ムードメーカーって大体ポジティブなムードを作るっていうイメージだ。でもやっぱりなんか悲しんでたりするんじゃないですか。まあもちろんそれは自分の感情に素直になってなんかそれを隠さずにその影響してくれたので感情豊かなムードメーカーだったかなと。絶対値が高かったね。言い方だね。すごい優しいと言ってくれてます。刺したけど。いやなんか言ってよ早く。でもムードメーカーやったよね。ちょっと何が？エピソードマジ。ちょっとボニカ和之から出てこないから。もうなんかもう存在がもう本当に好きで、そうなんかやっぱギャルなんで。そっちもね。いやもうこっちもね。ここはね。やっぱそこの共通認識があって楽しかったね。いない間だったけど和之をなんか一番年上の人をなんか紙でいじる多分だからこそみんなと確かに壁がないよね勝負はね。いい意味でね。いい意味で。もちろんそうめちゃめちゃいい意味で。です。そうなんですよね。出ちゃいますよね。ダダ漏れだよね。ダダ漏れ。嬉しい。本当に嬉しい。初日から結構もう運命感じてたんですよ。目が合った瞬間からもう絶対にマインドが一緒だと仲良くねしたよね。楽しかった。楽しかった本当に。リリ刺してる人。見る。はい。じゃあイザヤ刺してる人。意外と多いね。まあ確かに。お意外と上はい。上が2人。あ、2人。あ、そう3人。ちょうだい。なんでだから言葉のなんか一つ何だっけ今日言ってたやつ。アルゴリズムね。アルゴリズムをアナゴリズムって言ったりとか。アナゴリズムね。インテリな人をインテリア系と言ったりとか、言葉のね、そう言葉のね、遊びがすごい。気づいてないところが天然。そう。自分で天然と思ってないところが天然。みんなでゲームやっててもルール理解してなかったです。確かに。そうなの？テンポがちょっと遅い。なんかジェンガとかライアーゲームとかでその場でお題決めるんですけど、なんか例えば人狼だっていうこと分かってないみたいな。ね、あるよね。めっちゃ脳天気。脳天気。いい意味で。いい意味で。何でもいいと思ってた。絞り出せ。本当に無邪気に笑うんですよ。でなんか意外となんかおっちょこちょいだったりとか、結構ね。そういうので一人でなんか確かに。なんか鎌倉掘ってるところが一番。ここが一番鎌倉の姿が一番。なんか天然ってなんかそのボケとかじゃなくてピュアなすごい天然で可愛い一面がね結構見られたよね。で合ってますみんな。合ってる。ちょっとやめてください。2、1。
よく頑張ったね。綺麗な肌よ、綺麗な肌。風営ね。風営はもう、まあ天然よね。やっぱりみんな思ってるとは思うけど。風営独特の独特な空気間が感あるですよね。やっぱみんなと話してる時も。その独特の間がやっぱり風営らしさが長いってことするわ。長い。分かんなかったです。こういうとこだね。そういうところだよね。癒されますね。兄貴っぽい人。むずいな。待って考えたい。難しいよね。むずいな。兄貴ですよね。頼れる人。頼れる人ね。兄貴年齢関係なく頼れる人。肩ももか大丈夫？あ、違う。いや兄貴の改造でしょ。頼れる人。頼れる人。待って。結構いるんだよなでも。2人ダメさせちゃう。1人だけ？一人だけ。そういうルール。頼れる人。イザヤの人。嬉しい。ボミ。ボミさん。はい、ボミ。ボミさんの人が。ボミはい。 3人。あ、ボミさん4人。4人。ヒロヤは？ヒロヤはおー、4。そんこの3人なんだよな。で友明を一人。友明さんが。友明の。兄貴。うち。女子なのにね。違う。頼れる。頼れる。ボミはなんかいろいろとなんか達観いやなんかしてるよね。相談に乗るのが上手。相談の上手だから人の話を聞くのがなんかだいぶ上から目線で大丈夫。いや全然寄り添ってくれてるよ。言葉が上手ですよ。なんかボミと話してるとなんか何歳だっていうなんかバグるよね。ねみたいな何歳だっけみたいな。いや全然頼れる。すごいよね。思わせないのがすごい。年下の割にはすごい深いこととかかけてくれるんで。割にはなんかメッセージが割に頼れる。ありがとう。めっちゃ嬉しい。聞き上手ですね。聞き上手。聞くの好き。人みんな大好きな。相談乗る感じのやっぱあれだったんですね。やっぱ的確やったよね。なんか何に対しても。すごく聞き上手で、僕はもう本当にグリーンルームで一番頼れる。頼ってた。もちろん良きライバルでもあったし、またそれをこう一緒に共有して共に戦える本当にすごい仲間であり頼れる人であり、やっぱり最年少ではないけど、その幼い中で本当にすごい気遣ってくれて、それこその温泉のこととかも僕はすごい救われたので、もう本当にダメ。結果ね。結果ね、そのボミの言ったところも全部含もそうだし、それに加えて抽象的な話をしてくれるのがすごい嬉しい。それだけが聞いてくれるからね、本当に。だからなんかその話をするってなったらヒロヤとしかできない話とかあるもんね。これ嬉しいですね。なんかこの建物綺麗だねとかさ、なんかこの間社会学者教えてもらって、そうね。風話すとも上部絶対見てくるもん。見る分かってると思って。他の人見て、りゅうきとかも全然聞いてない。レイナの顔見です。あれなんですかね、やっぱ2人感性みたいなのが近いものがね、何かあるのかもしれないですよね。自分はイザヤに入れたんですけど、なんか本当にこの人についていけば何でも大丈夫だろうなって本当に心から思える。なんかいつも先頭に立ってこう引っ張ってくれるし、なんだろう、こうなんか全部信頼できるし尊敬できる人なんですよ、この人は。だから本当に何においてもイザヤについていけば大丈夫だな。ついてこい。強い。めちゃくちゃしますね。だから結構自分があんまりこう気持ちが強くない時に、やっぱその折れそうな気持ちを正してくれるのが結構イザヤだったり風営がすごい正してくれる、なんか芯の強い人なんで、自分もこういう風にありたいなっていうのをこう相談とかしてすぐキャッチアップして自分の人生に反映して生きてます。俺も救われてるけどね。やめてよ。後でやる。よかったでも。やめてよ。私です。はい。
本当に影ではまあイザヤとウィルはその退去した後2ペアが残っていましたけれども、多分影でこっそりどっちのペアも支えてくれた。確かに、もちろんそのお互い好きな気持ちはあるんですけれども、やっぱり相談したい相手って必要じゃない、でその時に真ん中に挟まれて、例えばジョークと私の間とかいろんな話聞いて、もちろんなんかどっちの話も聞いてるから、ちょっとアドバイスとかもそうですねしてくれたりしてて、確かにあったそれはそうですね、頼れました。兄貴って呼んでくれ。聞いてみたい。聞きたいこと。私が本当に入ってきて何のリアクションがないように見えたんですよ。めっちゃしたでも本当に受け入れてもらえるかちょっとそわそわしながら入って、自分そうですね挨拶も噛んでしまったんですけど、確かにちょっとなのでなんかぶっちゃけどう思ったか聞いてなかった。これわかんないから。初めのね、なんかテホンのイメージは可愛いだったかな。イメージイメージじゃなくて見た目イメージと実際に来て話した時のなんか仕草が可愛いっていう、くにょってしてる感じ。くにょくにょふわふわしてる。ふわふわでなんかくにょってなんか小鳥ちゃんみたいな難しい可愛い感じで。なんか気になったのはボミがそうですね、私がフエ最初選んだ時になんかフエ選ぶなら自分選べみたいな感じで言ってたから入った瞬間なんかこっちライバルになりそうだなと思ってはいい。なんかどう思ったのか、なんか見た目だけじゃなくてこの人は自分が好きな人を狙うのかどうか、多分まあ一人のまあ仲間でもありライバルにもなるから。そういうことは考えてなかったのが聞いた。結構みんな手本押しがね多い。手本押しの人って。だからそれ結構ガッツポーズと系の人多かった。有名人来たって感じだったけど。確かになんかね嬉しかった。もっと知りたいなって。次の恋愛できるってなった。よかった。それ聞けたからです。でも最初怖かったよねちょっと。わかるわかる。最初ちょっと怖かった気がする。最初入った時なんか多分本人も警戒してたから。緊張してたと思う。多分シーズン1の手本として見られてるみたいな感じが多分手本の中であったからちょっとなんか。僕らでいいのかって思ったもん。入ってきた時になんかどう思ってるんだろうと思ってた。受け入れてくれてありがとう。みんな敬語やったもん。でも3って言われたし。ありがとうございます。でも2日目ぐらいからもう呼び捨てになったよね。すぐに帰ってきてから自分で確かにそうだね。帰ってきた頃には龍騎が行きますんでちょっと。龍騎さん。間近で年上の人たちの恋愛を見ること言い方がちょっと悪い見ることなかなかないんで、やっぱ自分の恋愛観がすごい刺激されたというか、ここ出てからの恋愛をどうしようかっていうところですごい成長したなと思います。見つめ直すというか、自分が今までしてきた恋愛と比べた時にちょっと自分が幼稚すぎたりなんか求める人がちょっと悪い男が好きとか言ったりしてて、筋肉やったし、確かに筋肉、確かにあれ可愛かった。筋肉ですってね。カメラに向かってそんなこと全くなくて、悪い男は好きじゃないし、筋肉だけじゃなくてやっぱ中身もそうだね。成長いただきました。口だけじゃない。可愛い。ありがとうございます。じゃあ以上で。あれいいんだ。最初これでよかったです。めっちゃ楽しかった。